皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日韓の首相会談というのが行われたわけですが、その後一体どのような動きがあるのかというのを追っていこうと思います。イ・ナギョン首相と日本の安倍晋三首相が会談をしたわけですが、その会談の内容というのはまさに平行線。どちらも全く歩み寄っていない状況でした。ただし、あちらの国の報道においては、日本にすり寄るのような内容というものが非常に多くありました。例えばムン・ジェイン大統領が行くかもしれないというような報道が終わった後には、今度はイ・ナギョン首相がやっぱり行きますという話になって、イ・ナギョン首相にはムン・ジェイン大統領からの親書を渡すといったような話が出たと思えば、イ・ナギョン首相がどれだけ日本通の政治家であるかといったような特集記事なども何本も掲載されていました。しかし実際に会談が行われると、その中身は非常に乏しいもので、あちらの国は我々は態度は全く変えない、何も悪くない、日本が悪いんだといったようなことを暗に表明するような1965年に結ばれた日韓請求権協定について、我々は遵守しているというような話をしていました。一方で、日本の安倍晋三首相はこれまでの主張通り、いや、あなた方は約束を守っていない。改善したいのであればあなた方はしっかりと態度を改めるべきだという話をしていました。この両国の完全な平行線が続いたわけですが、その後一体どのような報道が出ているのかといったところを見ていきましょう。それでは記事をお聞きください。産経新聞より、茂木外相、日韓首脳会談は、警告側が環境を整えられるか。茂木外相は25日の記者会見で、いわゆる徴用工問題などで日韓関係が悪化する中での首脳会談開催の可能性について、あちらの側が具体的な解決策を示すことが必要との認識を示した。警告が1965年の日韓請求権協定違反の状態を続ける現状を踏まえ、相手国が首脳会談を行えるような環境を整えられるかにかかっていると述べた。イ・ナギョン首相が24日の安倍晋三首相との会談で、我が国は請求権協定を尊重し、遵守してきていると述べたことについて、茂木外相は、日本側とは認識が違っていると指摘、警告政府に国際法違反の状態の是正を強く求める立場に変わりないと強調した。日本政府が従来通りの立場を全く変えておらず、まず物事を改善するのであれば、あなた方がしっかりと改善案を出してきなさいというふうにして、茂木外相は突っ返したわけですが、あちらの国の報道が一体どのように伝えているのかということも見ていきましょう。ハンギョレ、カンギョンファ外交部長官、強制動員、韓日間の溝、狭まったがまだ深い。イ・ナギョン首相が日本の安倍晋三首相と会談し、ムン・ジェイン大統領の親書を伝えて、韓日関係を困難な状態に放置できないとの同意を得た中、カンギョンファ外交部長官は、韓日対立の中心的争点である強制動員問題について、韓日がこの間様々な解決策について議論をしてきたと明かしつつ、溝は狭まった面もあるが、まだ深いのは事実と述べた。カン長官は24日にソウルの外交部で開かれた国内マスコミとの記者懇談会で、韓日間での強制動員問題の解決策についての協議の状況について、6月に私たちが1+1韓日企業の自発的出資による基金設立案を提案して以降、これは我々の確定した立場ではなく、これを基盤に協議しようと提案した。韓日外交当局間の各レベルで、これを含めた要素を考慮しつつ、協議が続いていると明らかにした。続いて、我々の原則的な立場、司法プロセスが完全に履行されるべきという立場で協議をしていると付け加えた。カンギョンファ外相が日韓関係の改善に向けて一歩前進したかのような記事だったわけですが、これをさらに後押しするような記事もあります。中央日報、朝日新聞、社説で韓日首脳会談の早期開催を要求。朝日新聞が25日の社説で、安倍首相とムン・ジェイン大統領の韓日首脳会談を促した。朝日新聞は25日、日韓首相会談、放置しない行動こそと題した社説で、今回のイ・ナギョン首相と安倍首相の会談について、
日本と米国の冷え切った関係をこのまま放置できないとし、その危機感を両首相は認め合ったと評価した。続いて、貿易、観光、市民交流など、広範に悪影響が出ている今に至るまで、事態をこじらせた両政権の責任は重いとし、互いに相手の情報を待つだけなら、放置と同じことだと悟るべきだろうと批判した。同氏は問題の核心について、元徴用工への補償とし、そこから目を背けたままでは本質的な関係改善は望めないと指摘した。続いて、来月初めには、タイで日韓両首脳の出席が予定される国際会議があるとし、安倍氏とムン氏は早急に直接向き合い、両国民の利益を探る理性を見せてもらいたいと促した。中央日報の記事で取り上げられていた朝日新聞の社説というのがこちらです。朝日新聞社説、日韓首相会談放置しない行動こそ。記事の内容そのものについては、先ほど読み上げた中央日報の記事がまさにまとめの記事となっていたので、その内容についての読み上げは行いません。この記事が一体何が問題かといえば、それは中央日報がわざわざ取り上げたことからもわかるように、基本的にはあちらの国にとって都合のいい内容になっています。一番最初に読み上げた記事で、茂木外相は態度を改めるべきなのはあちらの国だということを表明しているわけですが、この朝日新聞の社説においては、そういったことについては触れず、日韓で会談を行い、この事態を改善しなければならないというようなことを訴えかけています。イ・ナギョン首相と安倍晋三首相の会談その後の動きというものを追ってきたわけですが、まず第一に日本政府は一切態度を変えていません。あちらの国に対して物事を改善するための行動はあなた方がしなければならないということを改めて通告しました。このようなことをなぜわざわざ言わなければならなかったかといえば、当然のように朝日新聞に見られるように、あたかも日本政府が意見を変えなければならないというような社説を出していることからもわかるように、日本国内の突き上げも始まっているからです。そういった意味において安倍政権が態度を変えずに、まずあなた方が物事を改善するための具体的な行動を取りなさいと言い続けるのは結構厳しいものがあります。例えば、非常に誤解を招きやすい言葉として一つあるのが、日韓関係を改善しなければならないという点について言えば、その意味というものが実は日本とあちらの国では違います。日本の安倍晋三首相が日韓関係を改善しなければならないというその改善が何を意味するかといえば、あちらの国が強制徴用問題であるとか慰安婦問題などをどんどんややこしくしていることが、これがあちらが問題を悪化させているからこれを改善しなければならないという意味合いで、あちらの国にその問題の解決のための具体的な行動を取りなさいと言っているわけです。ところがあちらの国の言う日韓関係を改善しなければならないというその言葉の意味は日本とは全く意味が違います。その言葉の意味というのは、日本の側が我々の要求を聞いてつべこべ言うなという意味合いです。つまり全くお題目としては同じ日韓関係を改善しなければならないというそのタイトルそれ自体は双方全く同じなのですが、その具体的な中身についてはほぼ真逆の意味合いを持っています。全く意味合いの違うこの言葉について誤解してはいけません。日本側の主張というものが変わらない。しかし、あちらの国と言っていることが何か符合したから、ああ、日韓はきっとこれで仲良くなっていくんだなという思うのは大きな間違いです。あちらの国の言う日韓関係の改善というのはあくまでも日本が我々の言うことを聞きなさいという上から目線の話であって、日本側の求める改善案を示すことではありません。そのことについてはカン・ギョンファ外相も分かっているようで、強制徴用問題であるとか慰安婦問題について何か物事が前進したかという話になると、具体的には何も縮まっていないということを明らかにしています。ですからここからでも問題なのは、やはり何といっても安倍晋三首相が物事を改善しなければならないという言葉をうまく悪用されようとしていることです。イ・ナギョン首相も同じようにして日韓関係を改善しないといけませんねとまさに言葉を合わせたわけですが、その中身が真逆であるにもかかわらず、
安倍晋三首相が何か態度を改めないとなれば、同意したにもかかわらず、やっぱりあなたたちはひどい国だという話になるのは目に見えているわけです。その批判する人たちというのに、あちらの国だけではなく、日本国内の報道、また自民党の中においても、親韓派と言われる議員たちが少しずつ動こうとしているのは、これは見逃せるわけではありません。しかし大事なことなのでもう一度言いますが、日韓関係を改善しなければならない、その中身の意味は全く逆です。日本が求めている改善とは、強制徴用工問題であるとか、慰安婦問題についての解決をあちらの国に迫っているのに対して、逆に相手の国は日本側がこれらの問題について賠償であったり謝罪なりを永遠にしなさいという要求を突きつけているだけです。このような状況の展開を考えると、安倍晋三首相はもっと攻めに回るべきです。これまでの主張を変えていないということは、どの首相よりも相手の国に対する態度としては非常に立派なのですが、攻め手が非常に少ないというのが目立っています。日本があちらの国に対して行ったことは、例えばホワイト国からの除外、それ以外一体何があったでしょうか。基本的には何もありません。安倍晋三首相は国家間の約束を守りなさいという話をしているだけです。しかしこの言葉だけではあちらの国が動かないということは今回明らかになったわけですから、安倍晋三首相はこの辺りでそろそろ腹を据えて攻撃に回るべきです。具体的な策としては、ノービザ優遇の取り消しということを実施して、あちらの国から日本にやってくる観光客を大幅に減らし、あちらの国の航空機産業に対して大ダメージを与えるというような具体的な行動をそろそろとっても良いのではないかと思っています。皆さんはこのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひとも書き込んできてください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。